今日のモカツは懐かしい筋肉マン消しゴム塗装動画シリーズ。今回は当時もののレギュラーシリーズパート24ウールマンです。残虐の神が憑依した本来のソルジャーチームの一員だった超人です。水性アクリル塗料でペイントをしました。このウールマンがラインナップされたパート24のブックレットです。ちなみにこの小冊子そのものは当時を再現した復刻版、後年に発売されたコンプリートボックスの付録でした。表紙にある筋肉マン温度のキャラクターが数体、そしてオプションパーツ付きのネプチューンマンやブロッケンジュニア、ロビンマスクのニューコスチュームなど個性豊かなラインナップで組まれたパートでした。ペイントするウールマンの消しゴムの塗装前です。ペールオレンジの使用、経年の汚れ、黄ばみ、黒ずみはありましたが、ペイントに影響するほどではなかったので、そのまま工程を進めていきました。高さ約4センチ程度の消しゴム。シンプルな造形ですが、羊毛の部分が彫り深く作られていて、塗装は水分量の調整が肝でした。塗装後のレビューを先に、90年代のアニメ第2期で、ソルジャーマンが改装したシーンで、ほんのわずか登場した際のカラー再現で彩色をしました。羊毛部分は2色の塗料を調合して色味を作りました。下処理から塗装の様子は記録していますので、ここから詳しくご覧ください。消しゴムフィギュアの塗装はおよそこんな流れで下処理をしていきます。煮沸して表面のホコリや余計な油分を落とす。ベンジンに漬け込み、可塑剤、塩ビを柔らかくする薬剤を抜く。乾燥させ、ミスタースーパークリア艶消しを吹き、塗装の下地を作る。塗装にかかった時間は約40分でした。そして塗装です。塗装の様子はダイジェストで使用したカラーごとに見ていきます。まずは下地の塗装としてファレホのモデルカラーライトフレッシュを水で溶いて薄く全体に塗りました。ベースが完全乾燥した後、羊毛部分です。極めて白に近い茶系のカラーを作りました。ゲームカラーのカーキとデッドホワイトという2つの塗料を調色して作り、水で薄めて色をのせていきました。白っぽいカラーなので、薄く重ねてを意識して色をのせました。下地も装甲して一発でしっかり色が乗りました。ファレホはスペイン発祥の高性能水性アクリル塗料。少々塗膜の薄いところがありますが、明るい色数も多く、隠蔽力は強いので、フィギュアやプラモデルの塗装に最適です。ゲームカラーはファンタジックな特別色で、人物、モンスター系フィギュアに適した鮮やかな色をメインとしています。粘度はやや低め、隠蔽力や塗膜は強い特徴を持っています。続いて、巻いた角の部分です。ゲームカラーのレザーブラウン。ここは細かい色分け箇所なので、極細筆で丁寧に色をのせました。ウールマンはニュージーランド出身の残虐超人で、超人強度76万パワー。茶色の色味を変えて、シタデルカラーのベース、モーンファングブラウンです。濃い赤茶色というイメージのカラー。パンツと脚部に使いました。今回はシンプルに、これが最後の色分けカラー。ボディカラーの明るい黄色、モデルカラーのアイスイエローを使用です。黄色は元来隠蔽力には課題のある色。塗装箇所が多く面積が大きいので、シタデルカラーのテクニカル、ラーミアンメディウムという溶剤塗料も使って適度に薄めながらムラにならないように色をのせていきました。ペイントはムラを作らないように筆の先端で叩くように色をのせていきました。モデルカラーはファレホの筆塗りのスタンダードです。色数が多彩で様々なジャンルの模型、プラモデル、フィギュア塗装に対応します。塗料は水性アクリルのファレホとシタデルカラーを併用しました。筆は基本は模型塗装用の面相筆。面積の広い箇所はハケなどを使って時短させ効率よくペイントをしました。この塗装で用いた塗料はこちら。塗装後はソフト99コーポレーションのボデーペン、クリアを全体に吹き、乾燥させます。台座をつけて塗装後です。フロントビューからリアビューまで。
ということで今回は湯治物筋肉マンの消しゴム、レギュラーシリーズの金消しパート24のウールマン、水性アクリル塗料でペイントをしました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。